直前が一番だるいということです。体重を落とす方が私にとって難易度がとても高かったんですね。お絵かきの時間を作りたいのにだらだらと YouTube や SNS を見てしまう。そんな時は皆さんこんにちは、レモタです。この動画はやりたいことが続かない、そう思っている人に向けての動画です。動画の流れはこのようになっています。まずは私が思う継続するために大事なことについてお話しした後に、その中でも習慣化する仕組みを作ることが特に大事だよっていうところにスポットを当てていきます。それを踏まえて、その仕組み化するために意識するべきことを4つ、私の経験をもとに考えたことをお話ししていきます。動画の説明欄から飛べるようになっているので、好きなところからご視聴ください。それでは楽しく見ていきましょう。継続するために大事なこと。私は何かを継続するために大事なことは主に3つあると考えています。本当にやりたいことかを確認する、時間を確保する、習慣にする仕組みを作る。今回私がこの動画を通してお伝えしたいのが最後の習慣にする仕組みを作る方法です。自分のやる気とは関係なくやらなければいけないこと、やるべきことってありますよね。めんどくさいけどクロッキー練習したら絶対上手くなるんだよなとか、スマホを触る時間を減らすことができたらその分追いかけ時間が増えるし絶対成長できるのにとか、そういう時にはそのやるべきことを無理やり仕組み化することでめんどくさくてもだるくても習慣化することができるようになります。習慣にするための仕組みを作る。仕組みを作るとはどういうことだと思いますか？クッキーの製造工場をイメージしてもらったら分かりやすいかもしれません。工場でクッキーを作るとき、材料を混ぜ合わせる、型を取る、生地を焼く、最後にトッピングのチョコをかけるなど、製造工程、そのクッキーを作る流れが決められていて、ベルトコンベヤーの上に乗っているだけで、最後にはクッキーが完成しています。これは作られるクッキーが全て同じになるように、クッキーの製造工程が仕組み化されているんです。例えば、クロッキー練習を続けたいという目標があったとします。1日というベルトコンベヤーの流れの中に、クロッキー練習をする工程を組み込むことができれば、ただ乗っているだけで自分の意思とは関係なく、それをこなすことができるんです。意思とは関係ないので、やりたいやりたくないの気持ちに関わらず、自動的にクロッキー練習がされます。これが仕組みを作って習慣にするということなんです。ちなみに私はイラスト上達のためにクロッキー練習を毎日しているわけではありません。私はイラスト初心者の時からこのくらい成長したんですけど、クロッキー練習ではなくひたすら一枚絵を描く過程で上達してきました。なのでイラスト上達のためにクロッキーを習慣づけたという実績はないんです。ただ私はここ数年でランニングを習慣化することに成功しました。今は1日3キロを平均週4日ほど走ることができています。ランニングを続けることは毎日クロッキー練習をすることよりも難易度の高いものでした。なのでこのランニングの習慣化がかなり大きな成功体験になっていて、ここから学んだ経験は他の分野にも絶対に活かせる。同じように何かを頑張りたいと思っている人に共有したいというふうに思ってこの動画を作りました。何かやりたいことがあった時、本当はそれを無心でできるのであればそれが一番理想です。人間は簡単な行動だと21日間、ある程度負荷のある行動だと66日間連続でそれを行うと習慣化されると言われています。ただこれまでやってきてないことを急に始めるのはとても疲れます。66日間なんてできるのって思っちゃいますよね。すごくだるい気持ちもわかります。無心でできないのが普通です。だからこんなに続かないって悩んでる人がいるんですもんね。誰だってクロッキー練習をしようとしても、ゲームしたいなとか、健康のために食事制限をしようとしてもポテチ食べたいなとか思ったりするのが普通です。なのでここからが本題。どうやって仕組み化するのか、仕組みを作るためには何をしたら良いのか、私の実際の経験から意識することを4つお話ししていきます。仕組みの作り方1つ目、作業の中に楽しみを作る。まずは習慣化したいこと、その作業の中に楽しみを作りましょう。めんどくさい、嫌いだと思うことの中にも楽しさや好きなことがあると気分を乗せることができます。私が実際ランニングの時にやっていたことでお絵かきにも活かせることがいくつかあります。まずは音楽やオーディオブック、配信など自分の興味あることをラジオ感覚で聞き流しながら
取り組むことです。私は音楽を聴くことが好きなので、ガンガンにしながら走りました。なんなら口パクまでしてました。家の作業ならもう歌っちゃってもいいですよね。人と作業通話するのも一つの方法だと思います。音楽やラジオ以外で行くと服もあります。私は自分の気分が上がるようなランニングウェアを1セット買って、このウェア着てる自分かっこいいと思うために走ってました。お絵かきであれば作業のお供として好きなお菓子を食べたり飲み物を飲んだりしてもいいですよね。お気に入りのマグカップを使っちゃったりなんかしてね、最高じゃないですか。その時だけ気分が上がるヘアスタイルにするのもありだし、伊達メガネをかけて賢そうに振る舞ったり、私はねたまにしますよ。気分転換で伊達メガネ。そのように作業の中に自分の興味が向く楽しみを作ることをおすすめします。仕組みの作り方2つ目、めんどくさがる隙を排除する。好きなことを組み込んで少し気分を上げることができたら、次はめんどくさがる隙を与えないようにします。これは物理的な距離や時間の話です。私がランニングをするときにすごく感じたのが、直前が一番だるいということです。ランニングウェアに着替えること、日焼け止めを塗ることからすごくめんどくさく感じてしまいました。準備がだるいんだよな、めんどくさいんだよな、行くの嫌だなと考えてる間に他にやるべきことを頭の中で思い浮かべてしまって、そういえば今日あれやんないといけないな、ランニング行く時間ないよな、じゃあ今日はいっかという風に優先順位をすり替えてしまうこともありました。本当はシンプルに走りに行くことがやりたくないだけなのに、いろいろと考えをややこしくしていました。取り掛かるまでの距離や時間が長いとなかなか腰が上がりません。頭がやりたくないと考えてしまう時間ができてしまうからです。なのでそれをできるだけ短くします。ランニングで私がやったのが、朝の時間帯に走る時には前日の夜からパジャマ代わりにもうランニングウェアを着ちゃうということです。そして朝起きたら歯磨きやスキンケアはとりあえず後回し、日焼け止めだけ塗ってすぐ外に出てすぐ走る。行きたくないと思う時間をできるだけ排除します。もしイラスト練習、例えばクロッキー練習や模写練習がしたいのなら、夜机の上に紙やタブレットを用意しておいて、朝起きたら顔を洗う前に取り掛かっちゃうとか、夜家に帰ってきてご飯を食べるときにご飯の横に書くものを用意しておいて、ご飯食べ終わったらその食器はテーブルの端に避けておいて、洗い物片付けをする前に絵を描いちゃうとか、めんどくさいと考える隙を与えないようにすることを意識してみてください。仕組みの作り方3つ目、しないをするに変換する。考える隙を排除してスムーズな動線を作ったら、次はタスク、やるべきことを〇〇しないではなく〇〇するという言い方で意識します。ここではランニングに加えて私のダイエットの経験をお話しさせてください。私はダイエット無限地獄というものを経験しています。お察しでしょうか？そうです。ダイエットしてはリバウンドの繰り返しです。負のループに陥って一生しんどいってやつを最低5年ぐらいは続けてたんじゃないんですかね。最終的にはダイエットは成功して、今の私はランニングも食事管理も自分がこのくらいできたらいいなという目標達成を継続させることができています。思い返すと、実はランニングよりもダイエット、つまり体重を落とす方が私にとって難易度がとても高かったんですね。それをなんでだろうって考えてみたんです。ランニングを習慣づけたいと思ったら、やることは走るだけです。ただ走ればいいんです。だけど皆さん、もし体重を落としたいと思ったら何をしますか？食べないということを意識する人が多いのではないでしょうか。実際ダイエットは食事が9割と言われていて、運動するよりも食事に気を使う方が効率的です。私はお菓子を食べない、夜ご飯を食べない、間食を食べないということをひたすら意識していました。これが大きな問題だったんです。〇〇しないことって人間にとってすごく難しいことなんです。脳はいつもやっていることを自動的に行うようになっていて、それをやめるためには強い我慢が必要になります。私はダイエットにおいてするベースのタスクよりもしないベースのタスク、つまりより難しい目標を立ててしまっていたんです。だから私はずっと5年以上もダイエットに失敗してきたんだと気づきました。もちろん理由はこれだけじゃないです。でもこの〇〇をしないを〇〇にするに変換できていなかったことも絶対に影響したと思います。ということはですよ、〇〇するという風にやるべきことを意識することができれば習慣化しやすい
ということです。夜ご飯の後、お絵かきの時間を作りたいのに、だらだらと YouTube や SNS を見てしまう。そんな経験は誰でもありますよね。そんな時は、スマホを触らないということを意識しがちですが、それを夜ご飯を食べ終わったら、お絵かきソフトを触るという言い方に変換します。スマホを触らないのではなく、お絵かきソフトを触る。意識の持ち方を変えるだけで、とても取り組みやすくなると思います。仕組みの作り方4つ目。一番しんどいのは今日。最後にメンタルの話を少ししたいと思います。毎朝模写を30分行うという目標を立てたとしたら、毎日欠かさずにそれを行っている未来の自分を想像することはできますか？これ難しい人が多いと思います。私がランニングやダイエットを始めた時、これ今きついけど続けたら本当に楽になるのかなとか、継続している人ってどういう気持ちでこれやってるんだろうと疑問に思ってました。ランニングを習慣化することができた今、そのように疑問に思っていた昔の自分に教えるつもりで習慣化できた今の私はどのような感覚で取り組んでいるのかということをお話しさせてください。まず、きつさについて、めんどくさいとかやりたくないの気持ちですね。このだるい気分は初めが一番強くて徐々に下がっていきます。わかりやすいようにグラフを書いてみました。ただ実際楽しくなるわけではありません。あくまでもきつくなくなるというだけ。ランニングは2年くらい続けていますが、未だに行くのはめんどくさいと感じる時がありますし、ランニングワクワクと思いながら走ってません。感覚的には楽しく感じるようになるのではなくて、すっきりするようになるというのが自分の中でしっくりきている表現です。こちらもグラフを書いてみました。すっきり感が増していきます。皆さんがすでに習慣化している歯磨きやスキンケアなどを想像してみてください。歯磨きが楽しいとかスキンケア最高と思いながらしている人は少ないと思います。いつもやってるからやる。やらないとなんかすっきりしない。そのような不思議な感覚で私もランニングをしています。とても地味な快感ですね。続けられるようになっても楽しくならない。得られるのは地味なスッキリ感ということを言ってしまったので、もしかしたらそんなにしんどい思いをしてまで習慣化する価値はあるのかなと思う人もいるかもしれません。でも私は絶対に価値はあるということを言いたいです。塵も積もれば山となるのはもちろんなんですけど、加えてもう一つ塵積も以上に価値を感じたのが、やりたくなかったことを継続できたという経験です。確実に今後の自分の大きな実績、自信につながります。その自信があると、これもまたやってみよう、これもできるかもしれないと他のことにもチャレンジできるようになって、そこでも実績を獲得できるようになります。今とは比べ物にならないくらい成長した自分が未来で待っているんです。きついのは一番最初だけ。くじけそうになった時には、今日以上にきつい日はないということを思い出すことで少し前を向けると思います。まとめ。今回は継続するために大事なことのうち、習慣化する仕組みを作るということにスポットを当ててお話ししました。仕組みを作るためには、作業の中に楽しみを作ること、面倒くさがる隙を排除すること、しないをするに変換すること、そして一番しんどいのは今日だということを思い出すこと、これらが大事になってくるよということでした。この動画が皆さんのモチベーションを上げるだけではなくて、最終的に習慣化に成功することができたというところまで役立てていけたらとても嬉しいです。私はこうやって習慣化したよとか、私はこれがすごく大事だと思うんだよという皆さんの意見、たくさんコメントで教えてください。共有してみんなでやりたいことを継続させましょう。この動画を見て、よし、早速イラスト練習するぞと思った方がいたら、ぜひ私の動画を作業のお供に使ってみてください。イラストメイキング、雑談、考え事など、ラジオ感覚で聞き流せるものが多くあります。考えを深めながら、一緒にお絵かき時間を楽しんでいきましょう。イラストや YouTube、ブログの更新は、まずは X で一番にお知らせしているので、ぜひフォローしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。